結構緊急性のあるアボカドだった。まあでもちょうどいいぐらい。数日は持ちそうだけど。จากบุคลากรและที่เข้าร่วมกว่า700 คนการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญจากภายในการจัดส่งความเป็นหน้าทางการ めっちゃ可愛いね。おやつですね。おやつです。ガンコちゃん夏つむちゃん。夜入ってない。売り切れだ。うわー、売り切れかよ。有効やん。
バター使うか。使わない。じゃがいも。フライパンがいいです。食べきっちゃうんじゃん。アボカドトースト用にと全部焼く。そうだね、全部焼く。みんな気使いながらこのちょっとしか食べれないかったりしない。確かに。おお。なかなか。あ、これ熱いね。あは。うわ、湯気すごい。いいねそれ。いいねそれ。なんかめっちゃ太りそう今日。何食べたっけ昼。大日チーズ。おかしかったない。やばくない？超可愛いわ。可愛い。今日リリマーケットで買ってきたシールです。友達にあげる分と自分の分を買いました。すごい好みが分かれそうなんですけど、これは単体で買ったコアラのシール。これは全部ロールで売ってて、このワンカットの点線になってて自分で切るんですけど、この1枚分がだいたい88円ぐらい。ものによって多分この辺とかはちょっと高かったかなっていう感じです。何でしょうかしよう。多分ドラゴン、なんかゴーストバスターズみたいなやつ。コウモリ、これは赤ちゃんかな。今年のクリスマスに使えそうかなって思って買ったサンタさんのシール。ゾウ、馬が好きなので、これロバかな。多分ロバ。馬、このよくわかんないゆるい蝶々、芋虫と蝶々なのかな。蝶々、ゆるかわ。10枚買ったらなんか1枚サービスっていうので、この魔法使いみたいなものにしました。かわいい。この110円で指輪を買いました。これは多分土星、ちょっと惑星モチーフが好きなので買っちゃいました。こういう感じです。かわいい。今日は横浜美術館で開催されてる佐藤正彦展っていうものに行ってきます。佐藤正彦さんはピタゴラスイッチとかバザール・デ・ゴザールの CM とかポリンキーの CM とかを生み出した方で、その方のこれまでの作品とそのコミュニケーションデザイン法みたいなのを見れるらしいんですけど、チケットが結構人気で、もう直近だと平日しか空いてなくて、しかも平日の夕方なので、私も今日チケットが取れた4時半からその美術館に行ってきます。
まあ今昼前なんですけど、ちょっとみなとみらいの方に行って作業して、時間になったらその展示を見に行きたいなと思ってます。メガネも持ってきます。移動時間が結構あるので、上村豊さんのホクホクお芋糖を持っていきます。
ってことは下手したらこの1回でいただきます。何からいくの？一旦酢からいってみちゃおうかな今日は。大人のね。おお。これ意外といってる？熱い。もう少ないじゃん。今日はこれから六本木に行って東京ミッドタウンでやっている写真家であり登山家の石川直樹さんの写真展に行ってきます。ずっと行きたかったんですけどなかなか行けなくて、今日が最終日で最終日だけ2時までだったかな。なので早く行かないとと思って行ってきます。石川直樹さんは昔から存じ上げてたわけではないんですけど、山の写真を撮られている方、何で見たんだろうな、最初何で見たか忘れちゃったんですけど、石川さんの写真見た時のなんかうわこの人の写真好きだって思って、なんか正直美術館とか行ってうわこの人の作品好きみたいになるのって結構珍しいことかなって思ってて、理由も分からず率直に好きだみたいに思えるって、石川さんの写真はなんかすごく惹かれるものがあって見ておきたいので今日行ってきます。でちょっと仕事もやんなきゃいけないのでどうしようかな、六本木のどこかのカフェで仕事はしようかなと思います。暑いな。今更なんですけど、このスノーピークのバックパックが優秀すぎてもうめっちゃ使えます。これとにかく軽い、とにかく大容量。これでスーパーも行くんですけど、2リットルの水2本と豆乳と、卵、お肉とかも全然入れられる。もう間違いなくベストバイです。でこれ最初に購入した時の紹介動画を見てこのバックパックを買いましたって言ってくださる方がこういらっしゃって、そうですね DM でもよく使ってますっていただいたりとか、ちょっと DM インスタの DM は返せてなくて申し訳ないんですけど、そんな感じで、ただこれはねどのリュックにも言えると思うんですけど、とにかく夏は背中汗かくじゃないですかリュック。私はこれをシャツクール冷感ストロングっていうのをインナーに吹きかけてめっちゃ吹きかけて使ってます。もう夏もそろそろ終わりかっていう時にこんなのを紹介してるんですけど、ここからもうただの小言になっちゃうんですけど、夏ってやっぱ服の生地が薄いからトートバッグとかだと肩に紐が食い込んじゃって痛いんですよね。だからやっぱりこういうリュックが本当はいいんですけど、リュックは背中が厚いしみたいな感じでトートバッグとリュックを交互に使いながら今年もなんとか夏を乗り越えられてんのかな。本当は毎日リュックがいいぐらいこのリュックはすごく優秀です。今日は最高が36度で昼から雨。
六本木で仕事しようかなと思ったんですけど、戻ってきました。石川直樹さんの写真展に行ってきたわけなんですけど、想像以上に写真がたくさんあって、石川直樹さんっていう方は登りながらフィルムカメラで撮影をし続けてて、で今回のこの写真展は23年間にわたる石川さんのヒマラヤ登山での約70点ほどの写真が飾られてたんですけど、初公開の作品が多かったようで、なんかもう本当に感動して、結構写真見て鳥肌立っちゃったんですけど、なんて言うんだろうな、登山中の写真なので多くは雪山の風景だったりとかなんですけど、私雪山が好きなのかもしれないですね。もしかしたら全然山登りとかしたことないんですけど、ソング・オブ・アースっていうノルウェーの老夫婦を追ったドキュメンタリーの映像作品も結構好きで、それも大自然に暮らす老夫婦とその自然の変化みたいなところを捉えてる作品なんですけど、この石川さんの写真もうこんなとこどうやって歩くんっていう感じの景色ばっかりで、もう本当に圧倒されまくって、すごい寒い風が吹いてるんだろうなみたいな空気感とかがちょっと伝わってくる感じとか、その雪山の迫力と荘厳な雰囲気がすごくて、すごくいい展示でした。写真集と最近出版された本も売られてたので、本の方を購入してきました。最後の山っていう本で、ここにあるのは自分が死ぬまで暗闇を照らし続ける光源のような日々の記録であり、極地と人類との関わりの現在地である。僕らはなぜあの山に命を課して登るのか。めっちゃこの表紙の青もすごい綺麗な青です。でこれね、この表紙にこれなんていうの、エンボス加工みたいなボコボコでした雪山の加工がされてて、すごい素敵で、中にはちょっとだけ写真が入ってますね。でもほぼ文章。これはちょっと読むの楽しみだな。なんかグッズのハンカチも売られてたんですけど、それは完売しちゃってて、再販分は予約してるってことだったので、そのハンカチは予約してきました。それは10月中旬ぐらいに届く予定みたいなので、それも楽しみです。今12時半なんですけど、これからお昼を食べて結構集中して仕事をしたいなと思ってます。ちょっとカメラは回さないかなと思います。ってな感じで、午前中すごくいい息抜きというか刺激をいただいて、いい時間を過ごしました。まだまだ今日は長いですけど頑張れそうです。